ろしくお願いします。建築家の西澤龍英と申します。建築家になりたい君へというテーマで、お話しさせていただきます。若い建築を志す人が何をすべきか。一つはやっぱり建築物をなるべく見ることですね。世の中にはいろんな建築がある。例えば土だけで作ったものがある。水の上に浮かぶものがある。もしくは日本のように木だけで作るっていうものもある。それはもう多様で、これは建築でこれは建築じゃないっていうのはまだ決まってないわけですよね。そういう意味ではなるべくいろんな種類を見て建築の多様さを学ぶっていうのがいい。あとはやっぱり本を読むことですね。形のないものに人間は言葉を与えてきた。それは例えば言葉にできないっていうものがあった時に言葉にできないというふうに言葉にしてきたわけですね。形にならないものに形を与えていくっていうその第一歩が人間の歌であるし、人間の、言葉だと思うんですね。で建築はそれの延長にあるんで、例えば食事したいとか寝たいっていうのもとりあえず形空間にするとか家具にするとかするわけですね。そういう意味ではまず第一歩はそれだというのがありますね。あとはやっぱり歴史を学ぶっていうのはすごくあると。自分が作るものがこの世で初めてのものじゃなくて、自分の意図を超えて過去の仕事の連続性の中にあるということを本は端的に教えてくれると思いますね。だから抽象化、一つはですね、例えばすごい複雑なアイデアもとりあえず建築の場合は柱張り屋根っていう数種類の部材に単純化して形にしないといけないんで、考えてる世界がどれだけ複雑だとしてもものになる時には 4,5 種類のパーツでできるという意味では抽象化ですよね。ただ同時にこれは具体化でもあるこういう形のない世界に形を与える時っていうのは抽象化と具体化っていうのが同時に起きるわけですね。これが面白い。これはその歌の世界で起きているのとほとんど同じことですよね。ただ建築の場合は物体としてボーンって実現立つ場合はですね、歴史があるんですよね。前と後がある。徐々に何事かを積み上げていくっていうのは建築の世界は特にあってですね、それはやっぱり建築の立体感とか重々しさとかそういうのは全て組み上げていくというそういう営みがあるんじゃないかなと思いますね。建築も歌も一緒なんですけど、未来も作るけど過去も作るんですよね。でその過去っていうものが一個じゃないわけですね。例えば木造の建築作ると木造の歴史っていうか過去にこういう木造がありましたよっていうのはあるんだけど、その木造の建築を例えば鉄骨の考え方でやった時にはその建築っていうのは木造なんだけども鉄骨の歴史も引き連れてやってくるわけですよね。同じように民家の歴史とか、いろんな歴史があるんで、また建築の歴史、近代建築の歴史って言ったらもう本当に国境を越えて支離滅裂にですね、コルビュジエから影響を受けたりミスから影響を受けたり、もうその辺はもう地域性も時代性も超えたような歴史が生まれるんで、それも面白さの一つ。いろんな過去を人に感じさせる。それは面白いなと思いますね。